こんにちは。ナビゲーターの小原ちゃんです。くまりが町の南側を祝福して回った夕べ、その夜が明けたカトマンズ。この町の朝は今日もやっぱり穏やかです。インドラジャトラの4日目、それはクマリラティヤトラの2日目です。この日もクマリは僕たちの前にお目見えします。そして今度は町の北側へと向かうのです。それを知ってか知らずか、朝日に照らされた町の北の路地は心地よい空気に包まれています。お祭りの日でもそうでない日でも、町にはいつも通りの朝がやってきます。ある人は路肩に座って野菜を売り、またある人はそれを求めてやってきます。路面のお店からはドーナツをあげる小気味の良い音が聞こえ、その音には朝の笑い声が混ざります。そしてそのほとんどの人たちはお寺にやってきて朝のお祈りを捧げるのです。ナマステ。Thank you。けれどこの場所は特別です。一年のうちにたったの8日しかお会いすることができない神様、アカシュ・バイラブのお寺。ここには1年分の感謝の気持ちを携えた人々が途切れることなく訪れます。人はお供え物をその手に小さな階段を上り、丁寧に祈ります。そしてアカシュバイラブの交差点から北東に進むと、右手に現れるのがインドラが祀られているお寺です。インドラは神々の王とも言われる雨と雷の神様、大祭インドラジャトラの主役です。その昔、インドラはこの地上にやってきました。天の国のパリジャートの花がなくなってしまったので、地上に降りて摘んできてほしいとの母の願いを叶えるためでした。その姿を人の形に変えてこの町にやってきたインドラは、ヨマリという名の人が大切に育てていたパリジャートの花をそうとは知らずに摘んでしまいます。インドラは怒ったヨマリに捕らえられてしまいました。心配して地上に降りてきたインドラの母ダーギは、インドラと共に犯してしまった罪について謝ります。そしてインドラはその償いとしてこの町に雨と朝の露を与えることを約束するのです。こうして町には毎年のように豊作がもたらされるようになったのでした。大層喜んだヨマリは、豊作を与えてくれたインドラへ感謝を捧げるお祭りを毎年この時期に続けることを約束しました。そのお祭りこそが大祭インドラジャトラなのです。雨季の終わりが来ると、人はことさらにインドラへの感謝を捧げます。そしてインドラジャトラの4日目の日が暮れた頃、この町の人々は感謝のお供え物とともに今年のこれ以上の雨を丁重にインドラへお返しします。そうして雨季が終わりを告げるのです。さて、ダルバール広場にやってきました。今日も時計が夕方の4時を指した頃、くまりがこの広場の真ん中にその姿を現します。
広場の北の入り口からほど近いところに鎮座する守護神カル・バイラブ。その前ではろうそくの炎が絶えることはありません。ここには一年を通じて人々がひっきりなしに足を運んでは祈りを捧げていきます。そして振り返れば広場の北側に鎮座するマヒンドリシュワールテンプルに祀られたシバ神が広場の様子を見つめています。広場の中ほどに立つマジュデガ寺院、ここにもシバ神が祀られています。その入り口にはバイラブも鎮座していますね。クマリ・ラティヤトラ2日目、お昼頃のダルバール広場にはとても静かでゆったりとした時間が流れています。昨夜人々に繁栄と祝福を与えて町の南側を回ったクマリ、そのクマリが乗る黄金の山車が今日もまた館の前でその主を待っています。風が強まり、また雨が落ちてきました。この後、生き神様クマリがお目見えします。広場に太鼓とシンバルが鳴り響きます。クマリ・ラティヤトラの2日目、その始まりはおもむろです。選び抜かれた地元の人たちによるパレードは雨の中でもお構いなしに広場のエネルギーを高揚させてくれます。雨が上がり、カトマンズの町に大きな虹がかかる頃、赤い魔物ラケイが広場に現れました。ラケイは今日も踊ります。それは農作業に疲れたこの町の人たちを元気づけるダンスです。そしてその魔物が踊り清めた道、その道の上を園児と黄金の旗が進みます。さあ、いよいよネパールの生き神様クマリのお目見えです。クマリがお目見えしました。町の人々の祈りと
喝采を浴び、プラサダを捧げられたクマリ。その生神様クマリが乗った出汁が動き始めます。クマリの出汁の後ろにはもう2台の出汁が控えています。その一つは生神ガネーシャが乗る出汁です。生神ガネーシャは少年の姿でこの世に現れます。そしてもう一つの出汁には生神バトゥクバイラブが乗っています。それは無邪気な子供の姿をしたバイラブです。ガネーシャとバトゥクバイラブ、二柱の神様はこの日もクマリを先導する形で一足先に町へと向かいます。そしてクマリも町へ向かいかけたその時、カトマンズの町の真ん中のこの広場に白い象がやってきました。彼はプルキシ。その昔パリジャートの花を探して地上に降りてきたインドラ。そのインドラが乗っていたのがこの白象プルキシです。プルキシと共にこの町に降りてきたインドラはその入り口にプルキシを待たせ、花を探して町の中へと入っていきました。そしてインドラはパリジャートの花畑を見つけます。喜んだインドラはその花を摘んでしまいました。けれどその花はヨマリという人間が丁寧に育てていた花だったのです。インドラは怒ったヨマリによって捕まり、町の広場の木の柱に縛り付けられてしまいました。一方、町の入り口ではプルキシがいつまで待っても帰ってこないインドラを心配していました。いても立ってもいられなくなったプルキシはその主を探してついに町の中へとやってきたのです。美しい白い象を見つけたこの町の人はその象を捕まえようと集まってきます。プルキシは暴れました。それどころか自分を捕まえようとする人々に構うことなくインドラを探し回るのでした。そしてこの日、プルキシは生神様クマリに遭遇します。こうして遭遇した白象プルキシと生神様クマリは睨み合っているようにも見えます。はたまたプルキシはインドラの行方をクマリに尋ねているようにも見えます。クマリは少しもその表情を変えません。破壊の女神カーリーが今を生きる姿である生神様クマリは目の前で何が起こっても決して動じないライオンのような心を持っているのです。インドラを探すプルキシが別の方へと去っていくと、いよいよクマリが町へと動き出します。人々はこぞってマリーゴールドの花を受け取ります。こうしてクマリの祝福を授かるのです。クマリを乗せた山車は白い宮殿ガディバイタクの前を過ぎ、マジュデガ寺院の右横を通り抜けます。
この日クマリは旧カトマンズの町の北の方へと向かいます。町の人々に繁栄と祝福を与えて回るのです。カトマンズの北へと進路を取るクマリに集まった大勢の人が感謝と祈りを捧げます。広場は温かい祝福の空気で満ち溢れています。それもそのはず、この町の人たちが1年間待ち望んだクマリのお目見えが今日やっと叶ったのです。人々はクマリにこの1年の感謝を伝え、祝福のマリーゴールドにその手を伸ばします。クマリが乗った山車は群衆の中をゆっくりと進み、ガネーシャとバトゥクバイラブが先導する道をたどります。そして広場の出口へと向かうのです。広場に集まった人々は町の北へと去っていくクマリをいつまでも見送ります。その表情はとても晴れやかに見えます。ダルバール広場を後にしたクマリは町の路地を進みます。1年のうちにたったの3日間しかその姿を現さないクマリ。クマリのお目見えは大祭インドラジャトラの3日目と4日目、そして最終日です。しかもそれはたったの数時間だけです。クマリはお目見えの初日、町の南側にそのルートを取り、残りの2日間はそれぞれ少しだけ道を変えて町の北へと向かいます。そんなクマリを一目その目に焼き付けようとする人々で路地はごった返します。町の人は建物の窓や屋根の上からもクマリにその視線を注ぎ感謝を伝えます。やがてカトマンズの空に大きな満月が顔を出します。クマリによる祝福は太陽が沈んで代わりに月が昇り、町に夜の帳が降りた後も続きます。一方、インドラが祀られているお寺の前ではアカシュバイラブが踊っています。今年もこの町に神聖な雨と朝の露を与えてくれたインドラへの感謝の舞です。アカシュバイラブは一年の感謝を伝え終えると、その結びにインドラへ雨季の終わりを知らせます。今年も十分な恵みをいただいたから、これ以上の雨はお返しします。そうインドラに伝えるのです。こうして雨はついに空へと帰っていき、長かったこの町の雨季が明けていくのです。あのお店のお母さんは元気かな。夕べモンスーンはヒマラヤに帰っていきました。そして太陽はなんだか気恥ずかしそうに先ほど顔を見せました。けれどその暖かい光は
まるで夏休み明けの朝の教室のようにすぐにこの街に溶け込んでいきます。お祭りの時のあの高揚感は別の種類のそれに転がります。変わり映えのしない一日が戻ってきた気もするけれど、毎日が新しい気もしてくるのです。人々は今日も変わらず野菜を売り、ドーナツをあげ、自転車を漕いでそれぞれが自分の今日を過ごします。それならそれでいいもんだなんて思いながら足の向くままに歩いていたら、さっきまであんなに恥ずかしそうだった太陽が堂々と沈んでいきました。そうだ、あのお店に行こう。世界一桃が美味しいあのお店に。そう思い立って路地を左に曲がりました。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。お友達やご家族にも教えてあげてくださいね。すぐにお会いしましょう。じゃあまたね。音楽なんてなくても別にいいのに、それなのになんでだろう。音楽がないと人生はちょっと長すぎ、退屈な日々と長く